切った野菜、切った揚げもそうですけど、その里芋も人参もこれだけ煮込んだのに形が崩れずにシャープさを保ってます。鋭い包丁で切ったやっぱり成果だと思います。これ形が崩れていませんけど柔らかいです。今回はこの包丁を使って煮物を作っていきたいと思います。一見見た感じレバー包丁に見えますが、実はこれ鋼層がどこにも見当たりません。一枚鋼の和包丁になります。刃は非常に薄く、根元が分厚い、かなり珍しい形状です。この一枚鋼の和包丁がどれくらいの切れ味があるのかを確かめていきたいと思います。まずは材料ですが、里芋を中心に大根、人参とエビですね。でそして干し椎茸と揚げ、高野豆腐も入れます。先に調理する前に昆布から出汁を取って、削り節からも出汁を取って、出汁を煮込んでおきたいと思います。まず大根のかつらむきから始めたいと思います。なかなか切れ味が鋭いです。本焼きとか水焼きとかは分かりませんが、それに近いような鋭い切れ味があると思います。次は人参。人参の皮は結構剥きにくいものなんですが、こういうふうに刃が鋭いと早く入っていくので、ちょっと危なっかしいところもありますが、使いやすさとしてはかなり使いやすいと思います。皮むきが全部終わりましたので切っていきたいと思います。大根はいちょう切りにします。だいたい1センチぐらいでいいと思います。次人参ですが、一番直径の大きいのは十字に切ります。そしてその次がだいたい3等分、扇形になるようなこういう3等分ですね。でこの次はもう半分です。でその次にもうこれはもうそのまま輪切りして使いたいと思います。これもそのままで、先ほどの分もだいたい1センチぐらいの厚みでいいと思います。次は山芋の調理に入りたいと思います。まずは真ん中で半分に切り、で皮は少し厚めに切っていきます。これが一番安全な切り方と思います。もしかつらむきにすれば大変時間がかかりそうですし、ちょっと危なっかしいですね。やっぱりこの方がスムーズに無駄なく皮をむけると思います。
でもやっぱり里芋の皮を剥いていくのは時間がかかります。皮は全部剥き終わりましたが、大きさの大きいものはさらに半分に切っていきたいと思います。最後は水に戻した干し椎茸を切っていきたいと思います。まずこの根っこから大きさはだいたい4分の1ぐらいにしたいと思います。次は下茹でしたいと思います。だいたい塩を小さじ1杯ぐらい、それから次に削り節をすくい上げたいと思います。次に削り節をすくい取っただしに、次はこの先ほど切った干し椎茸を入れていきます。この干し椎茸からもさらに美味しいだしが出ますので、このまま煮込んでいきます。お湯を捨てて水洗いした状態です。次にここにだしを加えたいと思います。このまま煮込みます。先ほどすくい上げた削り節の粗い部分をティーパックに入れたもティーパックに入れたものです。これも入れます。これでさらにだしが濃厚なだしになると思います。次に高野豆腐ですが、このままでは切れないのでだしを吸わせます。吸わせたらすぐに取り出して切ります。調味料はまず砂糖だけを大さじ3杯程度、だいたいその味見をしながらそれも入れていきます。まずは砂糖だけ入れてみます。山盛り3杯入れます。高野豆腐はだいたい半分に切って、それをさらに3分の1に切って、だいたいこれぐらいの大きさに切りました。次に油揚げを切りたいと思います。まずはだいたい半分に切って、鋭い包丁は切った後もシャープで何か違います。そしてさらに半分に切って、それもさらに半分に切ります。そしてこれを4等分にしたら小さすぎますんで、これ3等分ですね。だいたいこのぐらいの大きさで、最後はこのエビを入れます。このエビは塩を振って酒をかぶせた、酒に漬け込んだものです。このまま全部入れます。次の味付けに和歌山の湯浅醤油を入れたいと思います。まずはお玉半分ぐらい入れて、かなり色が濃くなりますが決して塩辛くありません。
水分が減ってきましたので、ちょっと料理だけを加えたいと思います。まずお玉半分ぐらいをいただきます。これでほのかな甘みが出ます。落とし蓋をして煮込んでいました。これで完成です。まず特徴として、切った野菜、切った揚げもそうですけど、その里芋も人参もこれだけ煮込んだのに形が崩れずにシャープさを保ってます。鋭い包丁で切ったやっぱり成果だと思います。でこれ形が崩れていませんけど柔らかいです。これで一枚鋼の包丁で切った煮物の完成です。ご視聴ありがとうございました。